皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター、小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正之が送る、既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はお願いし3回目にます。なりました。日本のスはい、ポーツの現在地と未来を考える。はい、ということで、今年は、つい最近に、かな先り大きな、月ですね。はい、先月です。大きな出来事がありましたとはい、私は考えています。JOC の会長に橋本聖子さんが、はい、選挙で選ばれたんですけれども、まあ、なんと言いますかね、こう、お金の問題でいろいろこうあった人で、これ、うん。どうなるのか、いいのかな、というふうに裏金思って、はトップでしたからね、参議院議えーそ、員立候補中。そう。おまけには、まあ、昔から、日本のスポーツ団体の、チーフというか、トップはい。は、政治家がなるというふうになってるんですけど、橋本聖子さんが政治家なのか、スポーツウーマンなのか、どちらかがよくわからないというのもありますし、それから今うん。回選挙が行われて、バスケットボール協会の会長をやってたりした三谷裕子さん、それとサッはい。カー協会の会長をやっていた田島幸三さんなんかの3人が、選挙で選ばれたというのに、選挙の結果は発表されていない。誰が、非公表ということでなんですね。発表されてないのかさっぱりわからないんですけども、そういう形で JOC の会長、橋本聖子さんが決まったら、橋本聖子さんの、最初の言葉がまた驚いてしまいまして、はい。オリンピックの招致に頑張りうん。たいって言ったんですね。オリンピックの開催に。うん。まだやるか、おいっていうふうな、前の声の反省も終わってないんじゃないのって言いたくなったんで反すけれ省しなきゃども、いけない人だったような気がいや、しますけどね。中にいた人なんじゃないのって、組織委員会の会長さんだったんじゃはい。ないのっていう感じもしたんですけども、そのあたりを今日は話していきたいと思います。はい。ゲストの、山本篤久さんと小林信也さんです。今回もよろしくお願いしはい。よます。よろしくお願いしろしくお願いしまます。山す。本さん、この日本のスポーツ組織の会長の選び方、どう思われますか？ JOC の会長。うん、なんかね、プロセス不透明だし、全はい。く体質は変わらないんだなっていうことはよくわかるんですけうど、ん。一つだこ、けね、もしかはい。してスポーツの組織のトップに女性がなったとはい。いうことだけは、もしかしたら将来に向けて何か意味があるのかなとういん。ううん。ふうに無理くりですけど、考うえてみるわーことはできるかなと。なるほど。やっぱり男性たちが支配してきた世界はい、に、はい、はい。女性がやっぱりトップに君臨するっていうことの意味は、それなりにあるんじゃないうかと。ん。ただそれが橋本さんが妥当だったかどうかっていうのはまた別のなる話だほどね。とは思いますけど、今の日本社会で女性がリーダーになっていくっていうことは大事なことかなと思いますね。なるほどね。うん。なるほどね。なんかサッチャー首相が生まれた時には、イギリスの人が、彼女は女じゃない男だって言ったのを、そんなことを思い出してしまいましたけれども、小林さん、今の、橋本聖子さんの JOC 会長についてはどう思われますか？僕は東京オリンピックの開催にあたってね、森さんが辞はい、任して、橋本さんがその後を受けるあたり、はい、まあ僕は別に推進しようというわけじゃなくて、うん、まあコロナでみんながやめようやめようって言ってるけど、本当にこれ投げ出していいんですか？う世界へん、の約束を日本はもうコロナだからっていいんですか？うん、なんかできる方法を考えるとかね、うん、という立場でアプローチしているときに、結構橋本さんとは、なんでしょう、かなり親密にお話うんを聞く機会があって、えまあ、彼女なりに東京オリンピック2020の推進には相当な情熱をかけていたという姿を見ているので、うん、まあ、そのことに関しては、まあ、どこか、あの、この僕なんかは小さい存在ですけども、一緒に何か戦ったなという思いが実はあるのうん、で、うん。あんまりすっごく悪く言いたくない気持いや、ちが じゃあ別に悪く言ってほしくないみたいなあるんですけど、わけで、遠慮なただ、くどうぞ。その後、橋本さんが果たされるべきことは、すうん、ごいあったはずで、僕、うん、終わった時に、今後こういうことしてもらえたら嬉しいなということはいくつか伝えたんですけど、ええ、
結局そのことにはあまり前向きにアクションがなくて、うん。結局札幌オリンピックなんとかできないかとか、はい。東京オリンピックの総括もなかなかきちんとされないし、はい。そういう中で、またオリンピックやりましょうという旗を立てて、このトップに立つっていうのは、ちょっと正直僕の中でも混乱というかね、うん。ちょっと理解ができないというのが正直なところでうん。すね。本当そうに。ですね。理解ができないというのは私も本当そう思ったんですけれども、一橋大学の名誉教授だった坂上康弘さんが、2020東京大会、これのレガシーを一つ考えるならば、もうオリンピックは呼ばないということをみんなが思った。これはレガシーじゃないかって言われたんですけれども、全くそういう考えもなく、またオリンピックを呼びたいという発想。これ、山本さん、こういう発想湧くものなんですか？私は信じられないんですけど。橋本さんの場合はやっぱりあれですよね。冬のオリンピックを呼びたいっていうことの発ああ、言なんですかね。なるほど。札幌が呼べ札なかっ幌と、たから。ね、そう話はしいうましたね。ことですよね。うまあでもおん。二人がおっしゃってる通り、だって東京オリンピックの後始末がはい。終わってないし、はい。お金がどう使われたのかも分かってないうし、ん。そこに大きく絡んだ某うん。巨大企業も一体どうはい。なっているのかも分からないし、うん。いろんなことが棚上げされた状態のまま、うん。オリンピック誘致を簡単に口走るっていうところは、ちょっとね、リーダーとして資質的にどうなのかうん。なと思いますよね。でもこれ、今の、なんて言いますか、日本のスポーツ界で考えたら、JOC のリーダーもいれば、それからスポーツ協会のリーダーもいるし、うんで、そういう人が一体何を打ち出せばいいんですかね。そのあたりが全然何も打ち出してないっていう感じがするんですけれども、そのあたりは山本さんどう思われますか？でやっぱりこう、一つずつ大きなその国際イベントが、まあ、特に東京オリンピックをどういうふうに受け止めるのかっていうことをうん。考え直さない状態のまま、うん。ただまた前に進んでいくでしょう。そうやってまたはいはい。忘却して、何事もなかったかのようにやっていくうん。っていうことが、またスポーツが結局舐められていくし、うスポーツん。をする人たちも、それを支える人たちも、所詮何も考えてない人たちなんだから、うん。また忘れるからどんどんやろうよっていうふうに企業も乗っかっちゃうし、多分なるほど。政治家たちだって真剣にスポーツを考えてるとも思えないから、そうですね。やっぱりそうですよね。またスポーツが、なんていうのかな、この人たちどうせ何も考えないんでしょっていうとこうん。ろに、こう話が落とされちゃうんじゃないかなと思うところを僕はすごく嫌な思いをしてなるほどね。見ちゃいますね。なるほどね。何も考えないんでしょという割には、今年は、世界陸上が、東京で行われたり、それからデフリンピックもあります。で、うん。来年になりますと、ミラノの東京五輪があって、これはまあ日本でやるわけではないんですけど、話題にはなるでしょう。ほんで、その次には、バスケットボールのワールドカップもあれば、ラグビーのワールドカップもあると。で、それにまたサッカーのワールドカップもあれば、ロサンゼルスオリンピックがやってくるというので、スポーツは、ある意味満載ですよね。これ、まあやっぱりグローバル資本主義の運動の速度うん、にスポーツのイベントがやっぱりマッチしていて、うん、やっぱりもう今本当に資本主義に完璧に飲み込まれているスポーツが、やっぱはい。次々に商品を打ち出し続けなきゃいけないっていうああ、回路にスポーツごと飲み込まれちゃってるので、やっなぱりそうやってるほど。国際イベントやらなければ注目されないし、はい、っていうことになっていく、まあ要するにこう、薬漬け悪い言い方ですけはい、ど、そういう大きなグローバルイベントっていうものがなければ、スポーツが発展しないし、前に進まないし、施設もできないし、うん、人も集まらないしっていうところの禁断の一手をもう禁断の果実をかじっちゃってるので、スポーツ。なるほど、なるほどね。だから創意工夫ああ、はローカルな末端なところからは出てこないと思いますようね。ん、今おっしゃられた、資本主義の中に完全に飲み込まれた、うん。資本主義の中の、まあ、
ってみれば大きなエンジンになってしまったと言いますか、それで資本主義の原理っていうのは一体何かって言ったら、要するに右肩上がりの上昇しかないわけですね。拡大再生産しかないわけで、縮小していったらそれは資本主義じゃなくなるわけなんですよね。そうですね。価値増殖、まあ、マネーの増殖をそうどんどん動ですね。かす運動ですからね。そうですね。すごいですね。これスポーツは、そしたら黙っていても大きくなっていって、我々は順番に死んでいったらいいのかなって思い、私ももう年だから最近そんな言葉が出るようになってしまいましたけど、小林さん、はい。思われますか、この。うん、だから僕らはまあ、玉木さんや山本さんがね、頭の中で漠然と、頭というか体で感じてるはい。スポーツって何かって言っはい。た時には、ものすごいいろんな側面を含んでるじゃないですか。はい、そうですでも、ね。橋本さんもそうだし、これまでのスポーツ庁長官もそうですけど、うん。競技スポーツにやっぱり人生かけてきて、そこのああ、価値観にものすごいこう、まあ集約してる人じゃないですか。そうでで、すね。それが山本さんがおっしゃった資本主義、まあ要は商業主義と一番結びつきやすいのはやっぱりそういうビッグイベントでありね、まあはい。勝った負けたという、それが一番うん。結びつきやすいというのがまさに今のスポーツを動かしてるんだけれども、うん。でも、本当に僕らの周りにあるスポーツってそれ以外のものの方が圧倒うん。的に大きいわけじゃないですか。はい、そうですね。だから、なんで橋本さんが会長になって戸惑うかっていうと、もう一つは、あの方が日本のスポーツを代表するリーダーだというふうに感じないからなんですよね。ああ、それは山下康弘さんであっても、あるいうん。は遠藤さんであっても、はい、はい。の、室伏浩二室伏、さんであっても、はい。鈴木大地君であっても、うん。メダリストかもしれないし、うん。かつてスポーツをやった政治家の先生かもしれないけど、うん。どんだけスポーツ考えてますか、どんだけ身に染みてスポーツこうしないとまずいよねとか、うん。こういうことしたいよねとか、なんか、それが感じられない人たちによって日本のスポーツが動いている。だから僕は3人の名前上がっていて、その中の1人は結構支持があったとか言われてるけど、僕はそのはい。人ですらそれをそんなに考えてると思わないし、うん。つまりそういう人がしか訴状に上がらないその日本のスポーツの社会っていうんですか、スポーツを動うん。かしている社会って一体何のためにやってんだ。まあ結局、利権とかね、なんかう大きなお金ん。が動くためにやっている。としか思えない。地域移行ね、中学の部活を地域移行するとかう言ってるけど、ん。財源どうするんですかって、そんなことを真剣に誰も考えてないわけじゃないですか。まあ、そうですね。開けてみたら、やっぱりお金足りないからちょっと1年延ばそうみたいな、最う初から分ん。かってたでしょみたいな話を平気でしてるわけですよね。そうですね。そうですね。本当にスポーツのことを考えろって言った時に困るのはね、中学のクラブをアウトソーシングしようと言って、ゆくゆくは高校もやろうという時に、だったらこうやれんどうするんですかって言って答えられる人が誰もいないというね。こうやれんどこが作ったかご存知ですかって聞いても知ってる人意外といなくって、あれは GHQ が命令して作ったんですよね、朝日新聞にね。そこの破片が分かっていないっていうところが非常に困るなと思うんですけれども。さて、一つだけはい、ね、はい、はい、は鈴い。木大地さんが長官の時に、うん。まあインタビューに行ってね、えあの時え、彼はね、一つ面白いことを言ってて、えやっぱりまあ水泳の出身ですからね、高野え、連ってなんか妙に映ってたみたいで、ええ、高校のスポーツもやっぱクラブでやった方がいいんじゃないですかと。ええ、だから、それは、いや、ダメなんですよ。学校単位で甲子園目指してるからって。でも、うん、クラブにしたらどう、中学校の野球はクラブでやってんでしょみたいなええ、話を、これは彼が提言したのか、官僚がう考えたことかはん、わからないんだけど、結構それを提言したことがあったんですよ。おー、残念ながら、あっという間に立ち消えになっちゃって、うもちろんん。高野連は反対しただろうし、世間も反対したのかもしれないけど、それえはね、え、本当は、面白いことを言い始めうたなっていうん、か、うん。あったんですけど、それもまあ立ち消えになりましたけど、なるほ例えばどね。そういうことをね、いろいろ、提言できるのがやっぱりリーダーの立場だから、うん、オリンピックだってただ呼んでくるだけじゃなくうて、ん。ね、まあ、本当ですやっぱ、よね。まさに山本さんがそのね、
オリンピック前に本を何冊か出されていて、はい、はい。あれがようやくみんなに伝わってきたと思うんうですよね。ん、うん。坂上さんがおっしゃったように。本当にそうでそれはネすね。ガティブになったと思いますよ、う僕。ん、なでもるほど。それをなんとか、やっぱり亡き者にしようとする人たちが、未だにリーダーシップを取らせたがる、そうういうん。大きな目に見えない、組織が、まだ日本を動かしてるっていう気がしますよね。目に見えない組織なのか、目に見えない空気なのか、ね。東京オリンピック2020で私はいろいろ動きましたけれども、その時に一番やりたかったことは体育からスポーツに変わるということをとにかく言って、スポーツの日っていうものが生まれた時の定義文科省が書いて提出された時に、その日はどんな日かっていうと、スポーツと親しむ日って書いてあったんですね。もうスポーツと親しむってどういうことなのかって聞いて、それが答えられないのに、親しむってのはおかしいよ。これはスポーツを楽しむ日でいいじゃないですかっていうので、それ書き換えたのが正式になったのだけが私は嬉しいんですけれども、体育からスポーツへの変化を誰も意味が分かっていないというのも悲しくって仕方がないけれども、これは、どうしたらいいのですかね、山本さん。我々が発信していくだけ、なんかいい方法ないですかね。まあ、方法はちょっとわからないですけど、え僕さっき小林さんすごくいいことをおっしゃってたなとえ、思っていて、要するに名前が上がった人たちね、橋はい、本さん以外の人たちも含めて、はい、あとこれまでの人たちも含めてですけど、本当にね、スポーツを矮小化したところの人でしかないんですよ。あ広いあ、スポーツというカルチャーの中の、本当にこうメディアに映ってくるわずかな勝者たちじゃないですか。はい、そうで、ですね。この人たちにスポーツというカルチャーをすべてこう代表させたままでいいうん、のかなと思うんですよ。ううん。ん、だから本当に末端のスポーツもあるし、ローカルなスポーツもあるし、いろいろこう光も当たらないスポーツがいっぱいある中で、はい、やっぱりそこまで含めたスポーツの日でしょ。そうですね。だから、そのオリンピックでメダルを取った人がスポーツを楽しんでなかったとも言えないけれど、うん、でも広い意味で本当にスポーツを楽しんでる人たちってうん、他にもたくさんいるわけで、うん。うん、なんかそういう人たちがもっと積極的にスポーツの行政とか運営に関われて関わっていく。いくよううん、なね、そうなるほど。有名性は簡単ですよ。有名性はい、があれば資本主義は乗っかるわけだから、はい、イベントもうまくいくとは思いますけど、うん、でもそういうことに頼らない、こう、地道なね、スポーツ文化の、こう、土壌作りみたいなところを、うん。やっぱやっていきたいなと思うんですよね。うん。まあ、本当にそこのところ難しいところだと思いますけれども、何か起死回生の一手のようなものはないかということを70歳過ぎると考えるようになってしまったんですけれども、山物本書きではさん、ダメですか？何ですか？書いたものでは伝わらないですか？いや、まあ、YouTube 頑張りましょう。というふうに思うんですけれどもね、小林さんどうですかね？起死回生の一手はないですかね？やっぱり、だから山本さんさっきちらっとおっしゃったんだけどえも、スポーツってね、やっぱり一般の人たちにとっては、どうでもいいんですよ。うん、自分が見たいエンターテインメントを楽しむ、うん。オリンピックあるいはプロ野球だったはい、り、大はい、谷翔平だったり、はい。自分が楽しみたい時に楽しむコンテンツを提供してくれるものであって、で、その背景がどうなってるとか、これうん。今度、まあ、かつてのパワハラ問題みたいな、これもまたエンターメント化さはい。れるとすごい興味持つんだけど、ああ、なるほどね。実ははい、はい。その背景はこうでしたっていう、そこまでは興味持ってくれないんですよね。うん。だからさっきも聞いてて思った、実は都道府県の、例えばいろんな競技の協会なんか、はい。本当に手弁当でいろんな人たちがやってらっやしゃるんだってますね。けど、はい。やってるだけにそこでのヒエラルキーがまたすごいんですよ。よっぽどこの人に任せた方がいいんじゃないですかみたいな新人が出てきても絶対排除するとかね。えそういう日本のなんか村社会みたいなものを一番持っちゃってるのがスポーツの組織でもあって、なるほど。で、それはやっぱり囚人監視じゃないっていうか、うその人たちん。が好きにできるような
こ体制ができちゃってるんですよね。だから変な話、真夏の甲子園はいらないって本を出させてもらって、一定の人には読んでいただいてるにもかかわらず、多分大手のメディアにはほとんど取り上げられてない。そうですね。そうですね。それってどういうことなんだろうねって。いくつかのコラムには書かれたりとか。もう玉木さんが一生懸命働きかけてくださったところ以外はなかなか出てないっていうね。だからそれぐらい、本当はスポーツの大事なところまでそんなに興味がないっていう、こういうなんか日本のスポーツ状況みたいなものは、さてどうやって、これって実は例えば筋トレの問題だとかね。それも今、中高年の方も一生懸命そのスポーツに打ち込んでらっしゃる人もいるけど、それで膝が痛い、腰が痛いとか、それってもうスポーツやってる以上しょうがないみたいな感じになってんだけれども、それも実は結局なんか、そうやって顧客にされてんですよ、みたいな。なるほどね。資本主義の大事な顧客として、だからそういうことをもっとみんなが気づいてくれて、ような発信をね、本当はしなきゃいけないと思うんですよね。このシリーズの中で一番最初に喋ったことなんですけれども、世界のスポーツマーケットが良くも悪くも資本主義の中でめちゃくちゃ大きくなっていくと。その中で日本は、もうメディアがそれを支配したり、今言ったような組織がこじんまりというか、ちんまりしていたりした中で、ついていけないと。日本のマーケットはますますダメになると。日本の産業がどんどん縮小するのと同じじゃないかっていうのは、これは、刺激にはならないですか？山本さん、いかがですか？でもやっぱりね、スポーツ力入れたらもっと儲かるよっていうの。それも、だから今、スポーツ村になってるんですよ。原発村と一緒で。そうで原発村と一緒で、もうその人たちしか入れなくて、その中だけで利権と名誉と地位とヒエラルキーが回転してるから、新しい人入れないし、面白いこと言ってる人も入れないから、やっぱりなんかこう、スポーツ村を壊していくっていうことがまず大事で、ましてやもう資本主義なんか敵だけど、資本主義にすら乗っかれないでしょ、スポーツ村は。そうですね。やっぱりみんなスポーツと政治を混同するなってこれほど言ってきて、で、特にスポーツ、アスリートが政治的発言なんかした時にはみんな炎上するわけじゃないですか。スポーツに政治を持ち込むなと。ね。で、確かに政治家がスポーツをこんなに利用するっていうことに対して、誰も何も言わないっていうのは一体どういうことだろうって、改めて確かに今思いましたね。なるほど政治家がスポーツをどうしようかってことを考えていいってことになってるじゃないですか。ということですよね。今の状況にあると。なるほどね。JOC のその組織の成り立ちから言うと、その政治からの独立のために JOC ができたわけですよね。そういうことです。そういうことです。それのトップが政治家っていうのはやっぱりありえないような気がするんですけどね。そうですね。ただね、世界陸連の会長になってて、IOC の会長立候補してダメだったけど、セバスチャン・コーなんかは、トップアスリートでもあったけれども、イギリスの議員でもあったわけ。ある意味で政治家でもあったわけですね。そこのところを考えると、政治家とアスリートのバランスっていうのはどうなってるんですかね、これ、山本さん。これ、橋本聖子さんをアスリートとして考えていいのか、それともやっぱり政治家になるのかは、これは、やっぱり裏金問題の額で判断して、いいというような感じですかね。ちょっとこれはもう小林さんのコメントを求めたいと思います。僕自身は、今でもね、かつてのオリンピアンで政治家になっている人は数名いますよね。あるいは僕らの仲間も一人政治家になってますけど、政治家としての活動の中に、僕らが期待しているようなスポーツはほとんどないですよね。なるほど。結局、田村さんおっしゃったような、
政治家が利用したい形で、それを、あの、メッセンジャーになってるみたいなね。そうですね。要するにスポーツ側の意向をちゃんと政治に反映するんじゃなくて、政治的な意向をスポーツの看板で押し付けてくる、その、役を担ってるっていう、それがすごく残念でならないんですよね。その通り道を担ってるだけっていうか、メッセンジャーというかね、まあ言ってみれば看板ですね。の役割しかやってないっていうところですね。だから、橋本聖子さんにね、僕がそのオリンピック終わった時何を頼んだかというと、もうその、まあオリンピック、あの時まだ不祥事のことは出てなかったけれども、作った施設が赤字になってみたいなのはもう言われているわけだけれども、その、売り上げがないから赤字っていうけど、それを活用してこんなスポーツ施策をやりますよとか、あるいはまあスポーツベッティングも含めたスポーツ財源の作り方みたいなものを、やっぱり政治家がちゃんと提案してね、日本のスポーツの財源をきちんと確保するっていうことをこれからやってもらえませんかということは強くお願いしたんですけど、まああんまりそれに対してのアクションは今のところないんですけど、これは他のスポーツ出身の政治家の方もね、ほとんどそういうことを言わないですよ。言わないな。特に上の方に行った人は言わないですね。やっぱりなんか天皇陛下のモノマネするのが日本の政治家の偉い人はうまいのか知らないけれども、何も言わずに上から良きに計らえと言っているのが、トップだと思ってる人が多くって、自分でこういうふうに日本のスポーツをしたいんだというふうなことはほとんど出ないですね。これ、山本さん結構、このあたりが、このシリーズの結論ですかね。いや、本当今、いいところに話いってますね。本当そう。リーダーのあり方としての、そういうスポーツを引っ張ったリーダーって今まで J リーグ作った瞬間の川淵さんぐらいなものかな。後には考えられないな。まあもちろん B リーグを作る時の立ち居振る舞いもありましたけれども、それくらいしかないですね。だから上手な、なんていうのかな、資本主義の道具になるようなスポーツの運営さえできればいいでしょっていうところに落ち着いちゃうと思うんですよね。なる本当にほどね。スポーツどうしたいのかっていうところを小林さんおっしゃるように、やっぱそこをちゃんとね、もう資本主義の外には出れないんだから、はい。じゃあその中でどういう経済基盤作るのかとか、やっぱり具体的な施策ちゃんと持って、スポーツの未来考えてくれる政治家だったらね、仮に政治家がある程度スポーツに関与するっていうことも、まあ、悪くない話かなとも思いますよね。そうですね。えーきちんとした政治をやる人が社会のためのプラスになるのと同じように、スポーツのためにプラスになる政策っていうのはあるはずで、それを政治家が言えばいいんだけれども、全くスポーツを潰してもいいから利用しようという方向にしかいかないというようなところが現状ですかね。僕は今日は今、すごく驚いたのは、気づいたのは、山本さんが、スポーツを、それこそ橋本聖子さんにしても、トップの方にいる人たちが、ものすごく大きなスポーツという広い世界の中での、ごくごく一部でしかないと。その一部の人たちが、動かしてるっていうところが一番気になりました。本当、なるほど、そうだなと思いましたけども。小林さん、これからもうちょっと頑張りましょうか。いや、やっぱまずは、高野連の今後どうするかっていうような会議に、玉木さんと山本さんと、まあ、できれば僕も呼んでもらうとかね。ああ、いいですね。そういう呼ばれたら行きましょう。時にね、別に僕ら外野席からなんか文句言いたいわけじゃなくて、ね、でも、全然声がかからないっていうことも、残念だなというか、まあ人徳のなさかなと思いながらも、なんかね、そういう提言をちゃんとしていけるような、そうですね。それ欲しいですね。
そうですね。一時期私は提言ができる方に結構入った時期があったんですけれどもね、その後なんか追い出された印象もものすごくありまして、まあ仕方がないかなと思いますけれども、そうですね。ゲームメーカーの方になんとか我々の意見が通じるようにやっていきましょうというような結論で、山本さんよろしいでしょうか？黙って、うなずかれました。ということで、僕はね、最初に山本さんおっしゃった、やっぱり今、すべてが経済効果とか、はい、そういうもので語られますけど、スポーツって一番その経済効果だけで語れない、まあなんか一時 IQ に対して EQ とかよく言ってましたけど、はい、そういうなんかこう、形に表せないものの人間の中、あるいは社会の中での、やっぱりすごいエネルギーっていうのが大事なんだよっていうのがスポーツの一番の価値だと思っているので、うん、なんかそういうことがきちんと共有できるような、まあこれも指標が必要なのかもしれませんけどうん、も、そっちをね、なんとか伝えていけないかなと、まあ今日改めて思ったりしましたね。なるほどね。うん、私もそういうふうには思います。思ってきました。けれども、なかなか通じないな。山本さん、うん。何か、やっぱり起死回生を、教えてくださいよ。でもやっぱりなんか提言できるようにしたいですよね。提言できるシステうム。ん。うん。そう。やっぱり書いて言って、でもやえっぱりある程度そういう課題解決に向けて僕らが協力できることはいっぱいあると思うはい、はい。ので、やっぱりちゃんと提言できる場所にやっぱり行きたいし、信也さんおっうん、しゃるようにね、そこが、もう外野からヤジ飛ばしてるわけじゃないわけで、そうそうまあ、どそうやってスポーツ良くしようかっていう。ううことん、を一うん。緒にやりたいっていうことなわけですからね。はい。そうですね。うん。まあ、そのあたりで我々は外野からヤジ飛ばしているわけではなくって、本当にこれだけいい改革は持ってるんだよというところをこれから訴えるようにしましょう。ということで、本当に3回連続でありがとうございました。山本さん、小林さん。またよろしくお願いしまはい。す。また新たにいろんな問題出てくると思います。その時にはまたよろしくお願いします。今回はありがとうございました。長い間。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。